前もやれよなんていう感じでよく言われてたんですけど、そこで掘っちゃったんですね。掘っちゃった。はい。まあ言い方なんだけど、手拭いでも担いでパッていっちゃおうかなっていうのは割と空気はね、なんかゆったり流れてる。送信堀の魅力ももちろんあるんだけど、やっぱり宗割七分のその全部掘り切らないところ、日本のなんか美学だっていうような感じもするね。いや別にアドバイスっていうのはないんですけど、掘ったらもう後には引けないよっていうあれで。まずはじめさんの彫り物についてお伺いしていきたいんですけども、彫り始めた時期っていうのはいつ頃になりますか？何歳ぐらいの時とか。3、4ぐらいじゃないですかね。割と遅かったと思うんですけど、10代ぐらいでみんなやってるんですけど。ああ、そうだったんですね。きっかけは父親も、ちょっといたずらしてたり、昔のことなんで銭湯で完成してる人の彫り物を見たりして、なんかいいなーってずっと思ってたんで、知り合いにですね、みこしの会の会長をやってる人がいてですね、お前もやれよなんていう感じでよく言われてたんですけど、その人が別な人が彫った彫り物なんですけどね、でそれを直してもらうのにその宇野さんのとこ行くんで、付き合わねえかって言って一緒に行って、そこで掘っちゃったんですね。掘っちゃった。当時の彫り場っていうのは、今となんかここが大きく違うなとかいうところってありますか？宇野さんのところとかは、質素な普通のアパートの一室みたいなところで、周りにはもちろんこういうものが飾ってあって、飾り方は違うけどやっぱりこういった感覚で、下が彫り場で上が住まいになってるんですね。畳の部屋にこう布団みたいのが敷いてあって、そうですね。で壁にはやっぱり絵とか、そうですね、彫り物飾ってあって、資料とかこういうのが置いてあって、でついたてがこうあってこう仕切って。なるほどですね。予約は電話で入れて、空いてる時間帯に掘ってもらうような感覚ですね。極端に言うと予約しないでも僕ら行っちゃう時があったんですけどね。割と空気はね、なんかゆったり流れてる空気です。言い方なんだけど、手拭いでも担いでパッていっちゃおうかなっていうのはそんな感じの雰囲気が流れてましたね。ただ痛いんで先客がいると、ああよかったと思って、いやーおやじさん用事あるんでまた今度来ますとか言って逃げちゃいますね。うまいこと先客がいたななんて思って。宗割またやろうってなったこのきっかけっていうのはどういうあれだったんですか？きっかけはそのうちの長男が、なんか銭湯行ってる間になんかお父さんの炭はなんか物足りないんだよなっていうような話で、そう言われてみれば胸を割らないとなとはずっと思ってたんですけどね。タイミングがなくてなかなかできなくて、ましてそんな年になってね、掘ろうなんて気に起きないじゃないですか。なかなかいらっしゃらないですよね。で息子が応援するんで行きなよっていうのはあれで決心したあれですね。きっかけってことですね。なんかはじめさんがまだちょっと若い時にその堀尾さんのところに、今のはじめさんと同じ年齢ぐらいのお客さんがこうね。そう。その人もやっぱり胸を割りに来て時の頭だったと思うけど、ちょっとお体が不自由で、それでも仕上げに千葉の野田かなんかから来てたのかな。執念ですよね。執念ですね。だから体もね不自由、歩くのもちょっとままならないような状態でもやっぱり仕上げるためにこう執念でそこに向かうっていう。宗割の魅力って何かありますか？彫り物っていうのはこう宗割の七分がやっぱり自分はもう一番素晴らしい彫り物だと思ってたもんで、昔の風潮はみんなそうですね。大体それがやっぱ
伝統の型、本来の彫り物の伝統の型。自分の場合は若い頃にやっぱ何も知らずにあちゃこちゃ彫っちゃって、送信彫りしかその選択肢がないって感じだから送信彫りなんだけど、まあ送信彫りの魅力ももちろんあるんだけど、はい、やっぱり宗割七分のその全部彫り切らないところ、腹8分目のところがなんか、なるほど、日本のなんか美学だっていうような感じもするね。まあでも彫ったからこそ言えることでもあるですよね。それは全部やってから分かったタイプだ、全部やらないと分かんないタイプだから結局全部やっちゃうんだけど、でもやっぱり日本の伝統美っていうのはやっぱ宗割七分にあるんじゃないかなと思うね。彫り物を彫ると、例えば願望があって、龍が彫りたかったなとかね、そういうあれがあるんですよ。まだここにキャンバスが残ってるまだ広いそれがやっぱり欲が出て、こう先生の送信彫り見たりね、そうなんかこうムラってくるんですよね、なんかね。なるほど。じゃあ今ちょっと足もメイドの土産に持っていこうかなと思ってしてますね。彫り始めるときに何かお父さんに相談ってあったんですか？相談ってあったっけ？彫りたいって言い出しただけだよな。そうですね。僕も無責任な親なのかもしれないですけど、自分が彫り物が好きなもんですから、止めることもなく。アドバイスとかされたりしましたか？いや別にアドバイスっていうのはないんですけど、彫ったらもう後には引けないよっていうあれで、ちょうど話したのが20歳くらいだったんで、なんか自分の中で20歳になったなんか大人の仲間入りじゃないですけど、そういうのもあって話しましたね。初回から一緒に来てたんですか？最初は来てましたっけね。最初来たっすよね。来たんですよね。気になるところですよね。そうですね。自分の息子がさ、彫り物を背中入れるってわけだからさ。そうですよね。それは親としてもやっぱりね、痛がるのかとかさ、いろんな感情がこうやって生まれてるんだよね、やっぱ。まあやっぱりね、こう最初のあれってすごく彫り物に大事な儀式というか、一番まっさらな体を罪であれするわけですからね、やっぱり一緒にいてあげないといけないんじゃないかなと思ってね。やっぱり普通の親子ではないからね。普通はほら親が入ってないですから。そうですね。この感覚っていうのがやっぱり珍しいというかね、現代ではやっぱりそのね、親がちゃんとこう見守ってくれるっていう、これもまたなんか彫り物の良さだと思うんだけど、かなり稀なケース。やっぱりせがれの体見ながら、ああ今日はここまで彫れたのかなんていうのが逆に自分が彫ってるような気になって嬉しいですね。一時少しこう通わなかった時期があったって聞いたんですけど、その時に、お父さんに諭されたとおっしゃってたんですね。こう簡単に言うと石頭なんで、なかなか人の言うことをよく聞いてくれない時があると。このまま終わっちゃったら、変な話、やっぱり先生だって一生懸命入魂でこう入れてくれてるその時間をですね、もったいないじゃないですか。先生に対しても失礼だしね。やっぱり変な話が何年か経って、もしよその彫り師にでも彫られちゃったしや、全くあれなんでね、行け言えた。息子が中途半端だと嫌っすね。そうですね。なんかちょっとやっぱその反対の方がまだいいですよね。親父が中途半端でせがれが仕上がってるっていうなら、その方が。息子としては仕上がったお父さん持っちゃうとプレッシャーっすね。そうっすね、毎日見るんでね。でもプレッシャーかもしれないですけど、そこにやっぱりこのモチベーションになるものもあるんじゃないですか。そうですね。憧れでもね、もうお父さんが憧れってあれですからね。もちろんお母さんには大反対されてね、それは当然怒るでしょうね、やっぱりね。やっぱね、おふくろと親父ではちょっと考え方がね、感覚がまた違いますからね。やっぱりね、これ男にしか理解できないんですよね。やっぱね、お母ちゃんにはちょっと理解難しいんじゃないかな、やっぱり。僕も最初に彫った時はおふくろにはこう怒られましたもんね。あ、本当ですか。着替えてる最中に下からトントンと上がってきて、自分のかみさんかなと思ってパッと見たらおふくろで「何をやってんの?」なんてベランダから飛び降りて自分の姉さんの家まで逃げていきましたもん。どうしたの?」なんて「いや
炭が見つかっちゃってなんつって炭なんか入れてんのなんて言われてなるほど。変わらないっすね、いつの時代もやっぱり一緒っすね、大心は。父親は無責任なのかなんだかどこで掘ったのかなんて言われて本庄の保留のだって言ったら「いやさあ保留のじゃいいな」とかそれはもう今の龍也さんと変わんないですね。お父さんとはやっぱりそういう理解があって、お母さんからちょっと怒られたりとか、そうですね。龍也さんとかこうやって今一緒にこうお父さん来たりとか、こういう会話とかしながらやっていくとやっぱりちょっとはどうですか、こう気分的にも楽っていうのはあるんじゃないですか。まあそうですね、なんか逆もあってね。逆もあります。よく僕もこう知り合い連れて行ったりとか、最初は話してもらってれば痛みもこう散るなと思ってたら、逆にもううるさくなってきちゃうんですよね。黙ってろよなんてよく言って連れて行きながら自分で何回か経験ありますね。福野さんのとこへ連れてって織物は自分的には素晴らしい世界だなとは思うんですけどね、やっぱりね。和彫りに関してはやっぱりちょっとこう男を上げるようなね、そうですね、人生でやっぱ男を上げたい人がやっぱりやったりするのかな、なんかやっぱ。じゃあ今年も、ちょっとはじめさんいろいろお忙しいと思うんですけども、龍也さんまた来るときに、ぜひちょっと来ていただいて、これから人生の生き様を教えていかなきゃいけないので、龍也さんからしたらこうお父さんの背中を見てこの背中を押してあげていくというところですかね。そうですね。じゃあ今年もじゃあ龍也さんよろしくお願いします。こちらこそお願いします。じゃあはじめさんも今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。弁天小僧菊之助完成です。小学校ぐらいなんですけど、町にある銭湯みたいなとこでそのサウナに入ってるおっちゃんみたいな、多分今思ったらその胸割りだったっすよね、多分。